Talon Overworld. どうもなで型サムスです。早いことバリアスーツを入手して、肩パッドサムスに戻らないとね。今はメタリドリーを追って惑星ターロン号にやってきたところだな。現在いる場所はターロンオーバーワールド。からには稲妻が走り、雨の降りしきるエリア、超人族文明の遺産である巨大な神殿が存在する、ターロン号の玄関口なんだぜ。とりあえずインパクトクレーターにでも向かいますか。ここから直結してたはずです。これがインパクトクレーター。ここにフェイゾンの核となる隕石が封印されてるんだぜ。来たのはいいんですが、ミサイルがないとこれ以上は進めなかったです。おいおい、完全に忘れてました。また後で訪問するとしましょう。あ、パイレーツログブックだけスキャンしていきますね。ログの後ろについてる数字はパイレーツ用のタイムスタンプ、日付なんだぜ。内容については探索しつつ紹介されてもらいますね。パイレーツログブック、アーティファクトサイト。フィールドチームは、インパクトクレーター上空に浮かぶ彫像の古い建築物を調査した。その結果、フェイゾンコアの存在するクレーターへのアクセス妨害用システムと判明。科学チームは、システムのエネルギー源が、彫像アーティファクトであろうと判断した。我々は、このフェイゾンエネルギー生産の代償外をできるだけ早く排除する必要がある。もしそれが、彫像アーティファクトの破壊を意味するのならば我々は、それを実行する。皆さん知ってると思いますが、ここはもともとは超人族の住む惑星でした。しかし謎の隕石によってその歴史に幕が閉じてしまったのです。そのあたりの詳しい話は超ゾロア、超人族のログブックで語られるので楽しみにしといてくれだぜ。早速ですが新しいエリアへのエレベータに乗りました。ターロンオーバーワールドは最初のエリアだが、雨のせいで水浸しすぎて今の装備じゃ探索できないんだぜ。まあシンプルにまだ行けるところがほとんどないのよね。ここが超ゾルウィンズ。超ゾルウィンズは機械文明を遠ざけ、自然との調和を図った超人文明の都市遺跡なんだぜ。超人族の都市ってことは、私の失った能力もここで取り戻せそうだね。サムスのパワードスーツは超ゾ製だもんね。ちなみに超ゾも超人族も同じなんだぜ。超人族の都市ということで、超人族のメッセージなどもちらほらあります。この託されし者はサムスのことだな。すべてを与えんは能力とかのことだと思うぜ。それでは超ゾルウィンズを探索しつつログブック紹介。今回はパイレーツや超ゾのログブックだけ紹介してくんだぜ。超ゾロは、始まり。超ゾの歴史の始まりは太古であり、どこから現れたのか、今の我々にも知る術ではない。我々が伝えられることは、この地に降り立った超ゾの生き様についてのみであろう。我々は、高度な機械文明を遠ざけ宇宙の断りに従い、自然と共存する道を選んだ。そして、平和な時を刻むとともに、折に触れ我々の言葉を記していこうと思う。知能が極まった結果、自然を大事にしようと思ったようです。まあ当たり前だな。自然との共存をテーマにしてるから、機械と自然が一致団結したボスも出てくるんだぜ。超ゾロは、超は、この地に超ゾの新しい生活が根付いてから、幾千もの昼夜を数え長い年月が経過した。そうして暮らす間に、今まで見えなかったもの感じられなかったものを企画できる不思議な力が、我々のうちに育ちつつある。この力の現れこそ、宇宙との調和の証明であろう。超ゾは今、宇宙の真実に触れつつあると信じている。自然との調和が極まり、超人族は悟りを開いたようだな。さすがは超人族、そこに痺れる憧れる。カラカラの砂漠みたいになってましたもんね。隕石の衝突で気候が変化したんだろ。ターロンオーバーワールドの神殿も水没してるし。そんなこんなで早速ミサイルを発見しましたとさ。ですがそんな簡単に入手はさせてくれないそうです。超ゾの試練を乗り越えないといけないんだぜ。私は託されし者なんだから普通にくれたらいいのに。他のやつ、例えばパイレーツとかに取られないためだろ。おっと、周りは汚水で満たされてしまいましたか。落ちないようにな。まずはスキャンから始めよ。これメトロイドプライムの鉄則。メカノイド、ハイブトーテム。超人族の創造したアイテム防御ユニット。武装はなく有機的なユニットを保護、連動することで外敵を排除する防御メカノイド。高高度の金属装甲を持つが、有機ユニットの誘導時に未装甲部分が露出します。この飛び回ってる虫も忘れずにスキャンしましょう。確かここでしかスキャンできなかったクリーチャーだったと思います。スキャン率100%は目指している方はお忘れなく。昆虫形態、ブラッドワスプ、敵の周りを高速旋回して方向感覚を失わせ、攻撃します。湿気が多く暗い場所に好んで巣を作り、危険が迫ると群れをなして現れます。敵を取り囲み、一斉に攻撃する際にある種のシグナルで呼び合う能力を持っています。これが自然との調和の末に編み出された防御ユニット、ハイブトーテムなんだぜ。おそらく中にこのブラッドワスプの巣があって、敵が来るとブラッドワスプを外に誘導し、敵を攻撃させているようです。正直超人族が武装させた方が強そうですけどね。自然との調和がないからダメだったんだろうな。ハイブトーテムの倒し方は簡単。まずは周りを飛び回るワスプを処理します。そしたら次のワスプを出すために弱点を露出するので、そこを攻撃するだけの簡単なお仕事。ブラッドワスプの動きは、左上のレーダーを見るとわかりやすいんだぜ。動きが止まったやつを狙い撃つんだぜ。速攻で蹴散らしてやんよ。
ちょっと待って、こんなにワスプが出てくるなんて聞いてないって。うわお前本当にこのゲームプレイしたことあんのかよ。絶対あんなに出てきてなかったもん。さっきは油断しただけ、今回はやられてやらないんだからね。取り取ってやる貴様の命を。起きちゃったよー。早く陸に上がらないと、どこから上がればいいんだよ。何やってんだはっきり言ってやろう。てめえはこの戦いで敗北する。理由はたった一つ。そうたった一つのシンプルな答えだ。てめえは私を怒らせた。2回目のシーンにあいつは関係ないけどな。滲み出す混濁の紋章。そうなる兵器容器は。クロスに栄唱してんじゃねえよ。あんだけいたワスプどもの数をかなり減らしてやりました。数が少なければどうってことないわい。残り2匹だな。その数じゃ私の目を回すことも不可能だよ。目を回してたのかよ。落ち着いて。相手が獲物を攻撃するとき、その瞬間を狙うのです。今。あと1匹。さあお前が動きを止めたとき、その瞬間に私の勝ちお前は敗北するのだ。右来た。オケ。ハイブトーテムを狙うんだぜ。壊れろー。私の勝ちのようだな。なんで2回も死んだのか謎ですね。まるで初見かのようなプレイだったんだぜ。じゃミサイルをいただきましょう。まずは一つ失った能力を取り戻せました。ミサイル。そういえばハイブトーテム撃破の字幕が出てこないな。これのことですよね。それだぜ。理由はわかりませんがなくなったようですね。ボス撃破って感じが好きだったんだけどな。ピキーンっていう効果音も好きだったわ。ミサイルで奥に進むとエネルギータンクがありましたとさ。シンプルに体力が増えるんだぜ。ミサイルのおかげで行けるところが増えました。新しい能力で新しいところに行けるようになるのは、メトロイドやってるなって感じがするんだぜ。サムスのミサイル一言メモ。急に始めないでくれよ。ロックオン完了後に発射したミサイルは、敵を捕捉し、追撃する。攻撃力も高く、残量に注意して使いたい、です。至極普通のコメント。早く残弾を気にせず使えるようになりたいです。それにはミサイルタンクをたくさん集めないとな。あたぼうよ。今回はアイテム回収 100% を目指してますから。おっと、これは。モーフボールだ。まあもちろん試練がありますよね。ターロンビートルが相手のようだな。相手にとって不足ありありですね。昆虫形態、ターロンビートル、硬い表皮を持ち地面の下を移動する昆虫。非常に攻撃的。頑丈な土で硬い岩でも素早く穴を開け、地下を移動します。通常地下に潜み、接近するものを感知すると地上に現れ素早い動きで攻撃します。むちゃくちゃ数が多いんだぜ。大丈夫だ。問題ない。はい、全滅させました。サムスに勝てるわけないだろ。アリが恐竜に勝てると思うか？貴様らは私にとってのアリンコなんだよ。親玉が出てきたようだな。さっきの奴らよりかなり大きいな。部下たちを蹴散らされて怒ってるんですね。てかこれもちょうどの試練。だろうな。今回はシンプルにターロンビートルを配置しただけなのね。昆虫形態、ジャイアントビートル、高高度の広角を持つ昆虫。巨大な頭部広角が金属以上の高度を持ち、角状の部分を武器に突進攻撃を行います。頭部とは比較にならないほど貧弱な腹部を守るため常に敵に正対するように移動します。頭はカチカチでお尻が弱点みたいだな。ただただでかくなったわけじゃないということね。まあこいつもただの雑魚です。突進攻撃を避けてお尻に攻撃をぶち込む簡単なお仕事。ちなみに今はボス面をしてるが、後半普通にそこら辺で出てくるようになったはずだぜ。ボスの風上にも受けないやつだな。というわけで撃破です。お前はもう死んでいる。よく見ててください。サムスのモーフボールの変身シーンですよ。モーフボール。ゲットだぜ！しっかり丸まってたな。どんどん探索を進めていきますよ。これはチョーゾルーインズのボスのヒントだな。今回は戦いませんがね。おそらく神殿ってのは、インパクトクレーターにある神殿クレイドルのことだぜ。真実っていうのはアーティファクトのことだと思います。これはインパクトクレーターのことを指してるのか、それともチョーゾルーインズのボスのことを指してるのか、どっちなんでしょう？ターロンの中心だからインパクトクレーターのことだと思うけどな。オケ、ルーニックシンボルを探しましょうか。早速あったんだぜ。サムスの一言メモ。いつも唐突に始まるのな。モーフボール。パワードスーツ同様モーフボールの方にもモジュール機能があるので、性能を上げていきたい。モジュール機能ってのはアップデートで強化可能ってことだぜ。エネルギータンク。より過酷な戦闘に対応するため、できるだけ多くのエネルギータンクを見つけたい。以上です。
もしかして新しい能力を得るたびにやる感じか？そうです。よろしくお願いしますね。必要ないと思うんだが、マリサくん、必要か不必要かで考えてはいけませんよ。それはそうなんだが、さあルーニックもあと一つ、なんかこの辺りにもう一個あったと思うんですが。ありました。よしよし、これで扉が開きます。開けゴマ。奥にはアイテムが隠されていました。チャージビームだった気がするぜ。正解です。チャージビーム。ゲットだぜ！あとはボムにバリアスーツ。それとグラップリングビームで元通りだね。チャージビームのおかげでこのアイボールを倒せるようになったな。というわけで今回はここまで。次回もよろしくなんだぜ。まったねー。